あれですか、市長が学歴詐称をしていた。あの人さ、辞めるの？議会解散になるの？結局大学卒業したって言い張ってんの？卒業してないって大学が言ってるのに、卒業証書あります。チラってチラ見さしたあの紙は何だったのか問題は解決したの？僕伊東市の市長がさ、大学を卒業しようがしまいが超どうでもいいんだよね。どうでもいいんだけど、ただ、自信満々に嘘をついて見せたあの紙が何だったのかっていうところは知りたいの。手書きで一生懸命卒業証書を偽造したのか、全然違う紙を卒業証書的な感じで見せたのか、嘘つきってどんなことをして物を作るのかっていう。口で言う嘘はさ、人はやるじゃん。言い間違いとかさ、営業とかでも、それっぽいこと言うんだけどさ、小道具を作るってさ、結構珍しくない？嘘で人を騙すときにさ、小道具ってやっぱあんま作んないのよ。詐欺師とかってね、あんま小道具作んないのよ。小道具がバレたら、嘘つこうとしてるよねとか、詐欺をやろうとしてるのっていうのが明確になっちゃうんですよ。完全に私文書偽造とかしたらさ、それはもう私文書偽造の罪状に触れるじゃん。なので、基本的に嘘の上手い人とか詐欺の上手い人って、なるべくね、自分で小道具を作らずに、小道具を出さずに、トークとか、相手の思い込みとか利用して、騙していくんだけど、小道具を出してきたっていう時点で、ちょっとね、僕の中でね、面白詐欺師ランキングの結構上位に入ったんですよ。あの小道具は何なんですかって。証拠があったら、たまたま言い間違い、勘違いではなくて、詐欺を故意にやったか証明されちゃうんですよ。でも、証拠がなくて、いや、ちょっと言い間違えただけなんで、とか、勘違いしただけなんで、とかでいくと、あ、そうなのみたいな刑事事件もね、結構ね、逃げ切れる場合もあるので、故意の偽装になるので、そこのね、やっぱ小道具を作ったっていう点にもうちょっと皆さん興味を持っていただいて、小道具追求していただけるといいんじゃないかなと思いますけど。あんまいなくない？今時小道具で使って詐欺やる人は。しかもそれがだってさ、伊東市の市長だよ。なかなか面白くない？学歴社会の限界を感じることがあるのでどう思いますが、人手が足りてない仕事はないですか？学歴を必要とする仕事ってもう飽和してるような気がします。これ勘違いしてるのは、日本でいう学歴というのは何も証明しないんですよ。例えばじゃあその学歴というので、日本の英文学科を卒業した人で、英語がビジネスで使える割合で言ったら、多分2割切ると思います。他の国で英文学科を卒業した人でビジネスで使える割合で言ったら、多分他の国だったら英文学科卒業したら8割は仕事できるんじゃないのかな。日本の大学って入学した後に留年したりとか落第したりがほとんどないじゃないですか。なので、その学科に入学する能力はあったんだけど、そこの卒業するまでの間にどういう知識を得たかっていうと、ほぼ何の知識を得なくても卒業できちゃうんですよ。実はこの学科を卒業しましたって言っても、じゃあ何を得たんですかっていうと、ほぼ何も得てませんっていう人でも卒業証書もらえちゃうので、学歴の限界なんじゃなくて、日本の学歴の限界です。で、これが他の国に行くと全然違うんですよ。例えばじゃあアメリカでエンジニアとして就職したいです。ビザが欲しいです。ってなると、コンピューターサイエンスの学科を卒業してないと、プログラマーのビザもらえません。心理学卒業です。って言っても、いや、心理学プログラマーじゃないからビザ出せません。終わり。なので、日本の場合、専門学校という職業になるためのスキルを教えるものがあるんですけど、他の国はほとんどなくて、なので基本的にはプログラマーになりたいんだったら大学のコンピューターサイエンスに行くし、看護師になりたいんだったら医学部に行って大学で勉強するし、歯科衛生士になりたいんだったらそれも大学に行くしっていうので、高等教育を受けるというのは大学がやるんですよ。なんですけど、日本の場合って大学は勉強しないでなぜか卒業できて、職業的なスキルは専門学校で得るっていう、なんかよくわかんない仕組みなんですよ。アメリカだと演劇の大学ってあるじゃないですか。ニューヨークの演劇の大学を卒業してハリウッド俳優とか女優になりましたっていう人いると思うんですけど、日本の場合って演劇というのを大学でやらなくて、専門学校とかでなんか声優コースみたいな、なんか代々木なんたら学園みたいなのをやったりとか、演劇のなんとか組とか、なんとか一座みたいなところでこうノウハウを貯めてやるみたいな感じで、専門教育として大学でやるっていうのがあんまりないんですよね。なので、日本以外の国は学歴社会です。で、日本は学歴と言われる大学で勉強しないので役に立たないというだけなので、学歴社会問題というよりは日本の大学教育問題だと思います。私は現在、京都大学に合格するために勉強してるんですけど、正直学歴は人生において大切だと思いますか？ついでに人生で一番大切なものって何だと思いますか？将棋の棋士の人で、
僕は棋士になったんですけど、兄は頭が悪いので東大に行きましたって言ってた人がいて、僕それ割と一理あるなと思っていて、昭和の時代とか平成の前半とかだと、大学に行くということと幸せに生きるということの相関が高かったと思うんですけど、今の時代って多分博打に強いやつの方が割とうまくいく確率高いんですよね。YouTuber の能力って何なのかって言われると分かんないですけど、でも20代で稼いでる職業ランキングでいくと、スポーツ選手か YouTuber がバーッといて、でその後にエンジニアとか会社経営者がいると思うんですよ。エンジニアとか会社経営者って40代50代のエンジニアとか会社経営者と戦わなきゃいけないので結構大変なんですよ。でもその20代の YouTuber ってライバルは40代の YouTuber とか50代の YouTuber じゃないんですよ。例えばじゃあはじめ社長と僕を見てる人のユーザーもファンも全然違うじゃないですか。なので20代で年収1000万2000万稼ごうってなると、同じ20代の YouTuber の中でそれなりのポジションを取れば年収2000万3000万いけるんですよ。じゃあなぜ YouTube が勝てるようになるのかっていうのは、もちろん YouTube の仕組みだったりユーザーの情報だったりとかアナリティクスを見たりとかっていう数学的な能力もある程度必要なんですけど、でもじゃあこういうネタが受けるよねっていうそのセンスだったり、他の人がやってないだったりっていう、他の人がやってないものでこういうネタが受けるだろうっていうところに時間と労力をかけるっていう賭けができるかどうかなんですよね。メンタリスト DAIGO さんだったら若いうちにめちゃめちゃスプーンをいっぱい折るっていうのをやってたわけですよ。100円ショップで買ってきたスプーンっていうのをひたすら折り続けるっていうのをやって、スプーン折りというのを物理的に修練としてテクニックとして手に入れるっていうのをやって、それ面白いよねっていうので引きがあるっていう、ひたすらスプーンを買うっていう投資じゃないですか。でスプーン折れたとして、じゃあそれが自分が幸せになり続けるのかっていうと、それは分かんないじゃないですか。フォークでもいいんですけどっていう感じで、他の人がやらないものに時間なりお金だったりという賭けができるかどうかで、その賭けに勝てるかどうか。ギャンブラーってなんとなくかけてるわけじゃなくて、これが当たるだろうなっていう当たりをつけてかけてくるんですよ。東大とか京大に行ったら幸せになれるんじゃないかってみんな思い込む。で確かに東大京大に行って金持ちになる割合は高いでしょうと。ただ東大京大の行ったとしても、その後会社員になったり官僚になったりするんですけど、会社員官僚になることが本当に幸せなのかって思うと、他の好きなことやって金儲けてる方が得なんじゃねっていう話になると、東大京大に行って一般企業官僚になるというよりもこっちの方が楽しいんじゃねって、こっち側に最初からかけ続けた方が実は幸せになる確率は高いのではないかという話。はい。とはいえ大学にも行けないような頭の悪い人が何かやろうとしても失敗する確率が高いので、一応大学に受かるぐらいの勉強はちゃんとしといた方がいいとは思いますよ。はい。バレない経歴詐称のやり方を教えてください。経歴が詐称してるかどうかっていうのを調べようがなければいいんですよね。例えば東京都っていうところの都があるんですけど、そこの知事をやってらっしゃる方ってカイロ大学を出席で卒業されたとおっしゃったことがあり、確か選挙の時のプロフィールにも書いていたんですけども、卒業証書っていうのが提出されたことがないんですよね。卒業している人の卒業証明書というのを出すことは可能なんですよ。でも卒業してない人の卒業してない証明書って出せないじゃないですか。例えばじゃあ僕が北区立北中学校っていうとこ卒業しました。20年後とかに北中学校に行って、北中学校卒業してる西村博之っていうんですけど、卒業証書をもう一回発行してもらってもいいですかっていうと、調べて確かに西村さんっていますねっていうので卒業証明書みたいなの発行してくれたりっていうシステムがあるんですけど、卒業していない人を卒業していないと証明することはできないんですよ。卒業している証明っていうのはあるものを調べてありますねって言えるけど、仮に僕がじゃあ隣の稲付中学校に行って稲付中学校を卒業してない証明書をくださいって言ったとしても、稲付中学校の全ての卒業生のリストを調べて西村博之さんが本当にいないかどうかの確認をしなきゃいけないじゃないですか。
そもそもそういうシステムがないので、いやいやそんなもの出せませんよで終わっちゃうんですけど、カイロ大学に出たとおっしゃられている東京都知事の場合も、そのいろんなメディアがあれ卒業してないんじゃねっていうので取材はしてるんですけど、エジプトのカイロ大学は卒業してないっていう証明はしてくれないわけですよ。小池都知事の方も卒業証明書出せって言われても出さないっていう状態で、経歴は結局グレーなままなんですよ。なので嘘をついているのか本当なのかはわからないままっていう感じで、証明ができないものっていうのを経歴に入れるといいと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。